皆さん、こんにちは。まなみです。今回はアディクションのメイクキープミストを試していこうかなと思います。こちらがマットで、こちらの左の白い方がグローです。これはコメントでリクエストをいただいていたもので、最近様々なメイクキープミストを試すのにハマっているので、こちらを買ってみました。まず、ハンガー比較をして、その後、最近のメイクキープミスト比較検証で、1位になったこちらのメイクアップフォーエバーのミストとマットの方を比較したいと思います。ちょっと今日のワンピースが本当に肩紐が紐なんですよね。当たり前のことを言っていますが、細すぎてあれなんですけど。はい。ということで、まずはアディクションのミストをハンガー比較しているところからご覧いただこうと思います。ちなみにいつものベースメイクで使用している製品を使っているのですが、動画を初めて見る方もいらっしゃるかもしれないのでご説明していきます。使っているものはすべて概要欄に載せておきます。まず、キュレルの日焼け止めを塗っていきます。ツヤが多いタイプでテカりやすいんですが、敏感肌の私でも顔が痒くならないですし、酸化塩フリーで角栓が詰まりにくいので気に入っています。多めに塗ると白浮きしてしまうので、後で塗るパウダーファンデの色で調節しています。次にエトボスのパウダーを塗っていくんですが、これは肌が敏感な時でも使えて、なおかつ毛穴をぼかしてくれる効果が高いのでリピートしている商品です。ただこれも酸化塩フリーなのでテカりやすいです。このパウダーで肌をサラサラにしてメイクアップフォーエバーのパウダーファンデを塗っていきます。これはカバー力が高いのがいいんですよね。リキッドじゃなくても満足できるのでとっても気に入っております。塗り終えるとこのようになります。しっかりマットタイプなんですが、日焼け止めがツヤタイプなので、水分タイプのサラッとした日焼け止めよりはテカりやすいんですよね。でも今の肌ではこれが一番最適だなと感じているので、敏感肌の方で肌悩みをしっかり隠したい方にはおすすめの組み合わせです。10時間後がこのような感じで、後でメイクキープミストを使っている時と比較していただけるようにお見せしているんですが、特にマットのミストを使っている方はキープされているのが分かりやすいかなと思うので、この後お見せしていきます。それではもうメイクは終わっているので、ミストをかけて検証していきたいと思います。両方とも10回以上振ってから上向きで使うということで、とりあえずマットの方から使ってみます。ふんわり系ですね。いい香り。バジルやサイプレスの精油をブレンドしたシトラスハーバルの香りということで、夏にぴったりな香りかなって思います。すっきりする香りなのがいいですね。グローの方は、グローもふんわりミストで同じ香りですね。気に入りました。ということで、まずはマットからかけてみます。一筋ダイレクトでシュッてくる圧の強いミストがありますね。ふわっとかかるのでメイク汚れが少ないかなと思うんですけど、私はもう少ししっかりめにスプレーをしたいタイプなので、もうちょっとだけかけます。はい、グローをかけていきますね。こちらは圧の強いダイレクトに来るミストはないので、ふんわりかかりました。この出口が個体差があると思います。この前メイクキープミストを検証して、私が一番好きだったメイクアップフォーエバーは手にかけると結構ペタッとしていたんですが、これはサラッとしています。一番サラッとしています。マットもグローもサラッとしています。ということで乾いたのでアップでお見せしていきます。その前に引きで見るとこんな感じで、ここはハイライトを塗っているのでツヤっとして見えると思いますが、この辺りとかおでこを見ていきます。おでこはこんな感じで、ちょっと面白いんですけど、ここにグローの方かなが当たってしまったのか光っています。でも指で広げれば大丈夫かな。こちらのグローをつけた方が若干ツヤっとしているような気がします。この辺りとかマットなんですけど、ツヤが出ていますよね。よく見たら左右差はあります。ミストだからそこまで変わらないんじゃないかなとかって思っていたんですけど、ちゃんとグローです。でもベタベタなグローとかではなく、ほんのりツヤみたいな感じなので、テカテカにならないのは好きですね。で、ミストもふわっとかかるので、メイクもよれなかったですし、あと香りも好きなんですけれども、これで持つのかを検証していきたいと思います。
こちらは10時間後の動画です。おでこも左右差はしっかりと出ています。この辺りとかを見ていただくと、マットを振りかけた方はちゃんとテカリも抑えられていて、こちらは結構ツヤっとしているんですけど、ちょっとテカっているかなくらいです。頬もこのテカっている範囲がマットの方は狭くて、あと4時間後くらいに顔を見た時は、鼻のテカり方とかが全然違いました。今も左右差はあるんですけど、やっぱりこちらの方が全然テカっていなくて、このグローの方は4時間後でもテカっているなって感じたので、ちゃんと違いますね。アディクションのマットも結構いいんじゃないかなと感じているので、今度私の好きなメイクアップフォーエバーと半眼比較してみようと思います。この辺りのファンデーションのよれもあまりなく、10時間経つと多少顎は両方ともよれているかなっていうのはあるんですけど、ティッシュで押さえれば大丈夫かなっていうくらいです。10時間経っているので、これくらいなら全然許容範囲内です。はい、それでは本日はメイクアップフォーエバーとアディクションで左右半眼比較していきます。メイクスプレーをかけていきます。反対はアディクション。ちょっと今全然関係ない話なんですけど、昨日まつげパーマをしてきまして、今マスカラも塗っていないんですけど、しっかり上がっているので、テンションまで上がっております。はい、いい気分です。乾きました。どちらもスプレーをした手は全然マットで、塗った直後と全然変わらないので、10時間後にどうなるのかを見ていきます。こちらは10時間後の動画です。おでこで言うとそこまで差は出ていないかなと思いますが、頬はこの辺りとかを見るとメイクアップフォーエバーの方がテカっていないなと思います。テカっている範囲も少し狭いかなっていうのと、あとここのほうれい線のところのテカり具合がこちらの方が強いので、やっぱりメイクアップフォーエバーの方が優秀ですね。アディクションを買おうか迷っているっていう方がコメント欄でいらっしゃったんですけど、私はメイクアップフォーエバー推しです。前回比較動画をアップした時は、メイクアップフォーエバーは角栓ができやすかったりするので注意が必要かなっていうのをお伝えしたんですけど、今日の肌で言うとそこまで角栓はできていませんね。でもやっぱりしっかりとクレンジングをした方がいいと思うので、メイクアップフォーエバーを使う時はクレンジングオイルを使った方がいいと思います。ということで検証をご覧いただきましたが、やはり私はメイクアップフォーエバーのミストが良かったです。アディクションのミストも良かったんですけど、出方が一筋圧の強いミストが出てくるので、このヘッドの問題だと思うんですけど、それに比べたらこちらの方がまだふわっとかけられたかなっていう気がしております。あとテカりにくさもやはりこちらの方が良かったので、崩したくないなっていう方はメイクアップフォーエバーをお試しください。概要欄の方にもリンクを貼っておきます。ということで、ここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。